こんにちは、ハルトです。9 Now ツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会は日々たくさんの刺激やプレッシャーに囲まれ、私たちの機嫌は簡単に左右されがちです。秋田砂漠による機嫌のデザイン周りに左右されないシンプルな考え方とは、どのような状況下でも自分の心の状態を安定させ、自分自身のご機嫌を自分でコントロールするための具体的な方法と考え方を提案する一冊です。本書はビジネスパーソンはもちろん、家庭や友人関係でも活用できる普遍的な視点を網羅しています。社会や他人に振り回されず、自分自身の在り方を主体的にデザインしていくための知恵が散りばめられており、感情のモナティニックに乗せられがちな現代人にとって非常に事件的で価値ある内容と言えるでしょう。そのため、ポジティブ心理学やセルフマネジメントに関心がある人はもちろん、人間関係に悩みがちな方やストレスマネジメントを求めている方に強くお勧めされる本です。本書を手に取ることで、自分自身の感情とシく付き合いながら、より心地よい毎日を送るためのヒントを得られることでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、機嫌はデザインできるという発想。本書の何となる主張は、機嫌は自分でデザインできるものであるという考え方です。つまり、私たちが感じる機嫌は、周囲の環境や出来事にただ流されるものではなく、自らの意思直や工夫でコントロールできるものだという視点です。著者はそのために自分の機嫌を観察することの重要性を説きます。気分が良い時や悪い時、何が原因でどう行動した結果、そうなったのかをしっかり記録し、パターンをつかむことで自分の機嫌のメカニズムを把握できます。その上で、ポジティブな状態を維持するためのルーティンやトリガー、例えば音楽を聴く、散歩するなどを意識的に設定し、日々の生活の中に取り入れることが推奨されています。こうした類型的な工夫が自分自身のご機嫌を生み出す技術になり、日常の些細なことで感情が乱れることを減らしていけるのです。自分が機嫌よくいられる環境や状況を積極的にデザインしていく姿勢が、人生の質を高める第一步となります。次に、自分の中心を知る。他人の言動や外部の出来事に簡単に流されてしまう人が多い中で、本書は自分の中心を保つことの大切さを強調しています。ここで言う自分の中心とは、自分にとって手直に大切な価値観や習のことです。それを明確にしておかないと、無意識のうちに他人の期待や社会的圧力に振り回され、ストレスや不安が増大しやすくなります。自分にとって何が大切か、どんな時に心地よいかを見つめ直し、それを言語化、可視化して持ち歩くことで、状況が変わってもブレない自分でいられるようになります。本書では、セルフリフレクションやマインドマッツスプを活用して、私の習を明確にする方法も紹介されています。自分の何が明らかになれば、外部のノイズや批判に過剰反応水脳せず、感情の波に飲み込まれずに済むでしょう。この自分の中心を知ることが、心のある人間関係や仕事の取り組みにもつながり、人生の安定感をもたらします。さらに、感情のトリガーを意識的に選ぶ。人が不機嫌になったり、感情が揺れ動いたりするのは、しばしば無意識のうちに外部からの刺激に反応してしまうからです。本書では、そういった感情のトリガーを自覚的に選ぶことで、心の状態をコントロールしやすくなることが説かれています。例えば、SNS やニュースなど日常的に触れる情報が自分の気分にどのような影響を与えているのかを観察し、ネガティブになりやすいものを減らしたり、逆にポジティブな影響をくれるものを積極的に取り入れることが提案されています。また、自分のペースでメモを取る方法や冒頭できる趣味を持つことで、トリガーを肯定的なものに変換する誰もやまえます。感情に流されるのではなく、流れを設計することによって自分自身の心の穏やかさを守ることができるのです。このスキルは日常のストレス耐性や人間関係の摩擦を減らすためにも大きな武器となります。
そして周囲への影響もデザインする機嫌のデザインは、単に自分を良い状態に保つためだけのものではありません。著者は自分の機嫌が周囲の人間関係や職場場の雰囲気にも多大な影響を与えることを指摘しています。自分がご機嫌でいれば、自然とポジティブな空気を醸成し、周囲の人々も穏やかでいられることが多くなります。逆に、自分の不機嫌が家族や職場場の空気を悪くしてしまう危険性も理解しておかなければなりません。そこで、相手の感情や状況に気を配りつつ、自分主導で気化な空気を広げられるように行動することが重要です。本書では、例えば挨拶やちょっとした声かけ、気名を豊かせた行動など、身近なコミュニケーションの工夫についても触れられています。それによって信頼関係を深めることができ、精神的安全性の高いチームや家庭を作る基盤にもつながります。最後に、ご機嫌を日常の習慣に落とし込む工夫、理論やテクニックを学ぶだけではなく、それを日常生活で習慣化する工夫についても本書は丁寧に記しています。例えば、毎朝のルーティンとして自分が機嫌よくなれる行動をあらかじめ決めておく、夜寝る前にその日良かったことを日記に書き出す、ちょっとした隙間時間にリフレッシュするためのマイク、ローアクションを取り入れるなどの具体例が挙げられています。また、感情が乱れた時にそれをリセットする自分なりのリカバリー方法を複数持つことも推奨されています。こうした習慣は一着一石で身につくものではなく、少しずつ積み重ねていく必要がありますが、そのプロセス自体が自分らしく生きる強い土台になります。日常の中に小さなご機嫌ポイントを散りばめて、いつでもどこでも自分の機嫌をコントロールできるようになることが、本書の目指す理想的な機嫌のデザインと言えます。結論として、機嫌のデザイン周りに左右されないシンプルな考え方は、周囲の環境や他人の態度に左右されることなく、自分自身の感情をコントロールし、より主体的に人生を歩みたい新全員におすすめの一冊です。特に職場や家庭でストレスを感じやすい方や、自分の気分に何があって悩んでいる方、コミュニケーションエラーに頭を悩ませているビジネスパーソンには非常に有効です。本書を手にすることで、なぜ自分は今こういう気分なのかを冷静に分析し、自分だけのご機嫌ルールを作るきっかけが得られます。内容は単なる精神論や自己啓発ではなく、日常生活で具体的に活用できるメソッドが豊富で実験的です。本書は、自分の人生に責任を持ちたい、ストレスに強い自分になりたいという方の心強い伴走者となることでしょう。多くの自己啓発本が一時的なやる気だけを提供するのに対して、本書は習慣として落とし込む工夫があること、さらに家族や職場といった身近な人間関係の地まで向上させる視点が盛り込まれている点で、他の類似書よりも一部踏み込んだ使用的な内容となっています。自身だけでなく、周囲の空気まで良くしていくご機嫌の連鎖を生み出したいなら、まずこの本を手に取ることをお勧めします。ご資源いただける場合は、秋田タシエフポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。